あなたは自分の命よりも大切なものはありますか？ 2021 年1月13日、アメリカルイジアナ州ブリタニー・コーミエは自宅で隣人との会話を楽しんでいました。すると一人の見知らぬ男がブリタニーの家に突然訪ねてくるんです。この家にシャーロットという娘がいるだろう。そう聞いてくる訪問者の男性、そしてシャーロットは私よ、そう答えた瞬間、躊躇することなく射殺。目的を果たした男は現場を早々に立ち去るんです。しかし銃殺されたのはシャーロットではなくブリタニーだったんです。娘の身代わりとなって殺害されたブリタニー。ブリタニーはなぜ娘のふりをしたのか。そこには理解しがたいほどの究極の愛があったんです。おさす、ロールキャベツ食べたよ、ケンちゃんです。爽やかハンバーグを食べたい、やみやみこです。静岡ね。爽やかな店員さんはすごいのよ。こんな爽やかな店員さん片手で10枚ぐらい持てるんだから。本日皆様にご紹介するのは、娘の代わりに身代わりとなった母親ブリタニー・コーミエという女性についてなんです。いや、なんかさ、よくある物語じゃない、なんか娘の代わりになるとか、実際にそれやったって話はなかなか聞かないわよ。あるっちゃあるんですけどね。例えば中国でエスカレーターに巻き込み事故になった女性の方とか、自分の赤ちゃんがエスカレーターに巻き込まれそうになったんでこう助けたら、今度は自分が巻き込まれちゃって亡くなっちゃったとかね。実際自分の子供ね、僕らまだいないですけど、いたらやっぱね、そういうこともあるんじゃないかなって全然思いますけどね。いや、私にとってはもうね、トラのみんなが子供みたいなもんね。というわけで、まずはこの事件一体どんなものだったのか見ていきたいと思います。究極の犠牲。遡ること約1年前の2021年1月13日、アメリカルイジアナ州モンテガット、ブリタニー・コーミエは自宅でいつもと変わらない日常を送っていました。隣人のホープ・ネットルトンとは仲も良く、その日も自宅で会話を楽しんでいたんです。すると自宅の前に1台の車が停車しました。そして中から一人の見知らぬ男が出てきて自宅に近づいてきます。ブリタニーは男を視界に捉えると、彼の目的をすぐに理解しました。なぜならその男の手には銃が握られていたから。ブリタニーは大急ぎで2階にいる娘シャーロットに声をかけました。早く隠れなさい。慌ててクローゼットに隠れて息を潜めるシャーロット。インターホンが鳴り、ブリタニーは覚悟を決めドアを開けます。この家にシャーロットという女がいるだろう。シャーロットは私よ。次の瞬間、モンテガットの住宅街に一発の銃声が鳴り響いたんです。ブリタニーが撃たれてしまったんです。そして犯人を攻撃しようとした隣人のホープまでもが射殺。男の目的はブリタニーの娘であるシャーロットを殺すことだったため、目的を果たしたと思い込んだ犯人は早々に車に乗り込み、その場を立ち去るんです。ブリタニーは自分の娘を殺しに来たってこと分かった上で、私がシャーロットですって名乗ったってこと？これ。そうなんです。要するに自分のね、娘の身代わりになろうっていう、その母のね、思いがあったんですよね。いや、いくらね、そうだとはいえ、瞬時にその判断ができるのって改めてすごいわよね、これ。でもどうしてブリタニーはさ、瞬時に自分の娘を狙ってるってこと分かったのかしら。それはですね、この事件が起こる前に起こったある最悪な出来事が関係してるんです。家族の闇。ブリタニー射殺事件から約2週間後、ブリタニーとホープ殺害の容疑で2人の男が逮捕されました。逮捕されたのはアンドリュー・エスキンとダルビン・ウィルソン。犯行はごく短時間の間に行われたこと、そして証拠がなかったことから解決は難しいと思われていました。しかしブリタニーの自宅前に止まっていた車の目撃証言が決め手となり、犯人逮捕につながったんです。犯人は警察に対しこう証言しました。俺たちはシャーロットという女を殺すように頼まれただけだ。そう、逮捕された2人は何者かに雇われた殺し屋だったんです。そして警察の尋問により1人の男が逮捕されました。その男こそこの事件の真犯人であり、驚くべき人物。逮捕された真犯人の正体はブリタニーの実の兄だったんです。そう、ブリタニーの兄が知人に自分の妹の娘であるシャーロットを殺すように依頼していたんです。なんで？逮捕されたブリタニーの兄ボークスは逮捕歴がある男でした。逮捕理由は強姦。ボークスは以前未成年の姪シャーロットを強姦した罪で逮捕されていたんです。そしてシャーロットは近々強姦事件の証言をする予定でした。それを不都合に思ったボークスがシャーロットに証言台に立たせまいと、シャーロットを殺すように知人に依頼したんです。もうクソすぎる。マジ何その身勝手な理由。ほんと最低最悪っす。いやほんとよ、でもそれにしてもよ、もう手を下したのが実際に兄じゃなかった
わけでしょ。なのになんですぐブリタニーは分かったの？実はですね、その男が乗っていた車っていうのは、ブリタニーはね、その車初めて見たわけではなかったんです。殺人事件が起こった1月から遡ること約2ヶ月前、ブリタニーの家の様子を伺う怪しい3人の男たちの姿が目撃されていました。そう、ブリタニーの兄と雇われた2人の殺し屋の3人です。男たちはシャーロットを殺そうと車で2時間以上も離れた地からはるばるブリタニー宅を訪れていました。しかし男たちの行動を不審に思った近隣住民が通報。何もできないまま3人の計画は失敗に終わるんです。実はこの時に車が目撃されていたことが犯人特定の決め手となりました。そのためブリタニーは兄が他の男たちと手を組み、よからぬことをしようとしているのを知っていたのかもしれません。殺されるって分かってて自ら身代わりになることってなかなかできることじゃないと思う。私自分のね身近な家族とか、もしか血がつながってなくてもね、本当に愛する人とかね大事な人っていうことであれば、そういうことはね往々にしてあるんじゃないかなとは思うんですけど、続いてはなんですけどね、なんと家族でもそういう関係でもないのに自分の命を犠牲にしたね男、アーランド・ウィリアムズについてね紹介していきたいと思います。極寒の墜落事故。遡ること約40年前の1982年1月13日16時1分頃、アメリカのワシントンナショナル空港を1機の飛行機が離陸しました。この飛行機はエアフロリダ90便。当時のアメリカは空港を閉鎖しなければいけないほどの歴史的な寒波に襲われていました。この日も空港の滑走路は封鎖。やっとのことで正午頃滑走路が使える状態になったものの、再びいつ閉鎖になってもおかしくない状態でした。そのためこの機会を逃すまいと10機以上の飛行機が離陸スタンバイを開始。そしてエアフロリダ90便は予定時刻より1時間40分遅れでなんとか出発することができたんです。しかしこれほどまでの極寒の中を運転したことのなかったパイロットは2つの重大なミスに気がついていませんでした。1つはエンジン防氷装置をオフにしていたこと、それから離陸の順番待ちをしている間に翼が雪や氷で覆われてしまいました。2つ目はその雪や氷を前方にいる機体のエンジン噴射で溶かそうとしてしまったこと。一時的に翼の雪や氷は溶けたんですが、再凍結してしまい主翼の揚力を低下させてしまう原因になったんです。そのためエアフロリダ90便は離陸からわずか30秒後に失速、十分な高度を得ることができずポトマック川に架かる橋に激突し墜落してしまうんです。初めて知った。寒さとか雪が墜落の原因になることもあるの？このね、墜落事故の原因としてはパイロットのね人為的ミスということなんですよね。パイロットがねマニュアル通りにねやってなかったので、的確なね判断と確認っていうのがね、めちゃくちゃ大事ですよね。人の命ね預かってるわけなんで。それで飛行機に乗ってた人たちは無事だったのかしら。この飛行機には乗員乗客合わせて79名が搭乗。飛行機の損壊があまりにも激しかったため生存者は1人もいないと思われました。しかしなんとポトマック川にある割れた氷にしがみついている6名の生存者が発見されるんです。川の水温は約0度。一般的に人間が0度の水温に耐えられるのは 2,30 分が限界と言われています。そのため一刻も早い救助が必要になるんですが、いくつもの不運が重なり合ってしまい救助は困難を極めていくんです。その中の一つがアメリカの首都ワシントン DC で大渋滞が起こっていたこと。歴史的寒波のため連邦政府関係者の多くが早退を命じられていたんです。そのため16時という時間帯にもかかわらず帰宅ラッシュ並みの渋滞が起こっていました。通常ならばレスキュー隊が事故現場の到着に要する時間は4分。しかし実際にレスキュー隊が到着したのは事故発生から11分後でした。タイムリミット20分から30分だったらこれもう間に合うんじゃないの？なんか2、30分あったらね、救急車とかねいろいろ日本だったらね、来るような気はするんですけど、実はねそう簡単にはいかなかったんです。6人が取り残された場所は岸から30メートルも離れた場所でした。そのためロープで救助することもできず、川には氷が張っていたため救助ボートで向かうこともできません。湾岸警備隊の砕氷能力を備えたタグボートも現場近くにあったんですが、事故当時ポトマック川下流で別の救助要請があり出動してしまっていたんです。その結果レスキュー隊はなすすべがなく、極寒の川面に放り出された6人に声をかけ続けることしかできませんでした。そしてデッドラインが迫る事件から20分後の16時21分、国立公園管理警察のヘリコプターが駆けつけます。しかし救助用のヘリコプターではないため救命器具は一切装備していないんです。そのためヘリコプターからロープを吊り下げ1人ずつ岸まで運ぶという方法でしか救助できなかったんです。死が目前まで迫ってる状況で1人ずつしか助けられないってことでしょこれ。
いや、そうなんですよ。せっかくね、奇跡的にね、助かったのに、究極の選択を迫られることになるんですよね。もうなんかもう迷ってる暇もないぐらい、でも迷っちゃいそうみたいな感じね、これ。冷たい水の中で生存者6名の体力は容赦なく奪われていきます。そんな中、諦めるなと声をかけ続ける一人の男性がいたんです。かっけえな。彼の名はアーランド・ウィリアムズ。ウィリアムズかっけえな。救命士は生存者6人の状態を確認し、まずは衰弱が一番激しい人から救助すべきと考えたんです。そして選ばれたのがアーランド。アーランドは自分が一番辛い状態にもかかわらず、一緒に助かった人を励まし続けていたんです。ヘリコプターからアーランドへ向かって1本のロープが投げられます。しかし、そのロープを掴んだのはアーランドではありませんでした。パニック状態の男がロープにしがみつき、ロープを離さなくなってしまったんです。そのため、その男を先に助けざるを得なくなってしまいます。ヘリコプターが男を救助し終え戻ってくると、もう一度アーランドの元へロープを下ろしました。アーランドはロープを引き寄せると、ロープを別の女性へ。自分よりも他人の命を優先したんです。しかしその女性も衰弱が激しく、途中でロープから手が離れてしまいました。すると救助の様子を見守っていた2人の市民が自分の命を顧みず、真冬の凍てつく川にダイブ。見事女性の救助に成功するんです。いやー、すごいわね。自分ならどうしようって考えちゃうわよ、これ。正しいと分かっててもね、やっぱり勇気も必要だし、そう簡単にね、みんなができるようなことじゃないっすよね、これって。ヘリコプターは再びアーランドの元へロープを下ろします。するとまたしてもアーランドは別の生存者へロープを渡しました。そんなことを繰り返し、とうとうポトマック川に残っているのはアーランド一人だけ。さあ次こそアーランドの番。アーランドを救助すれば奇跡的に助かった6名全員の救助は成功。しかし次にヘリコプターが戻った時、アーランドの姿はありませんでした。アーランドはついに力尽き、水の中に沈んでしまったんです。この事故では乗員乗客79名のうち74名と、飛行機が墜落した時橋を走行していた車の乗員4名の計78名が亡くなったんです。このうち水死と判断されたのはアーランドただ一人。他の死亡者は事故の衝撃で亡くなったと言われているんです。いや、すごいわね。自分に余裕がないとさ、相手気遣う暇なんてなくなりそうなものだけどね、これ。アーランドはね、足にねシートベルトが巻きついちゃったから、そう簡単には逃げれないと、というところで、自分がねすぐに助かるというよりは、みんなを救助して自分を後回しにした方がね、より人の命が助かるんだって、そういうね、そういうかっこいい判断をしたと彼は。素晴らしい判断だと思うんだけど、自分ができるかって言われたらわからないわよ、これ。いや、そうですよね。普段のねアルゴメトリはね、自分勝手に人を殺したりとか、そういうね悪い人ばっか扱ってるんですけど、彼らにもね彼らの理由はあるにせよ、今回めちゃくちゃね人の命を救うね、もうヒーローですよね。アルゴばっか見せたらさ、悪い人ばっかり思えるかもしれないですけど、やっぱいい人もいますよ。ほんとこういうねヒーローというかね、かっこいい人っていうのは世の中にいっぱいいるんでね、皆さんもねなんか困ってる人とかね、だから自分の命をね投げ出すとか、そういうところまでいかなくてもいいからね、そういう人に優しくするとか、そういったねことがね、綺麗事かもしれないですけど、ほんと大事だと思うんですよね。いい宇宙人でありたいわ、私。俺もいい地球人でありたいわ、私。あんた地球人だった。私。救助の様子がテレビで報道されると、アーランドへの称賛の声が高まりました。そして当時の大統領だったロナルド・レーガンはアーランドの英雄的行為を称え、アメリカで最も栄誉ある自由勲章を授与。救助に向かったヘリコプターのパイロットもポラリス賞を受賞します。ポラリス賞というのは民間航空に関係する賞としては最高位に位置するもので、優れた飛行技術や英雄的行為が認められた時にのみ与えられるんです。しかしそんな賞を受賞したパイロットはこう語りました。助け出せるはずのアーランドを助けることができず、今でも後悔している。しかしこの時の救助ヘリの操作技術は神レベル。あのパイロットでなければこれだけ多くの命は救えなかったかもしれないんです。事故現場となったポトマック川の橋はもともとロシャンボー橋という名前が付けられていました。しかしこの事故があってからアーランドの功績にちなんでアーランド・ウィリアムズ・ジュニア記念橋と改名。そして2003年、アーランドの故郷であるイリノイ州にはアーランド・ウィリアムズ・ジュニア小学校と名付けられた学校が開校したんです。アーランドのあの勇敢な行動、そして思いは現代でも確かに生き続けているんです。というわけでね、ここまでね見てくださってありがとうございます。ですね、なんと最近ね我々このスタジオ C 社バーとしてねちょっと作ろうとね考えていてですね、興味ある方ね概要欄とか固定コメントにある求人のリンクからねちょっと応募してください。条件は C 社が好き、バーが好き、アルゴメトリーが好きであれば学歴不問なんで、ぜひぜひ応募してください。応募多い場合は該当者の方のみに連絡させていただくんで、ちょっとねお手間かけさせた上でね連絡がいかないこともあるかもしれないんですけど、ぜひぜひお願いします。でちょっと僕らと一緒にね C 社の立ち上げのプロジェクトね手伝っていただければと思うんですけれどもね、よろしくお願いいたします。